こんにちは、けいこです。今回もリシケシからです。明日からヨガの集中コースが始まるんですね。左の股関節を骨折して人工股関節前置関術高速法術というのを受けて、かれこれ2年と2、3ヶ月ヨガの集中コースを受けられるまでに回復しました。ちょっとコース中はバタバタとスケジュールが忙しくなるので、日用品の買い出しとか、あとは作り置き用の食材の買い出しに隣の町まで行ってます。毎回リシケシに来た時にはずっとここ何年間か同じアパートに住んでたんですけれども、先月引っ越ししまして、それでですね、引っ越しのごたごたで持ってきたのになと思ってたものがなかったりするんですね。引っ越し直後にも買い物に行ったんですけれども、私が住んでいるエリアはリシケシの中でもラムジュラっていうエリアにあって、日用品が 100% 揃う村ではないんですね。裏山には野生の象やヒョウとかも住んでるようなところです。リシケシの中でも宗教色がすごく強くて、土地の多くのエリアをお寺っていうか、アシュラムの建物だったり住居、敷地が占めてるようなエリアで、巡礼者だったりとか、あとはヨガの旅行者、私のような人間が短期間というと数ヶ月とか何年間か住むようなエリアなんです。で、このエリアに住んでるインド人の人たちも日用品を買いに行くときはリシケシタウンまで行くんですね。大抵どの家も今時って原チャリがあって、みんな原チャリでリシケシタウンに行くんですけれども、私は力車か歩きです。今回は前回買い忘れたものとかも含めて、まな板とかお盆とかですね、あとは冬用の服を何枚か買いに来ました。はい、着きました。長期滞在に必要な生活小物のほとんどが揃うお店です。調理道具や食器などの台所の小物用品、あとはお風呂とかトイレ用品、ラウンドリー用品や収納雑貨、あとは保存容器などが大小揃ってて便利です。サイズの違うお盆2つと粗めのおろし器、それと鍋蓋とサイズの小さなまな板を買いました。あとは食器類と石鹸箱、そしてスプレーボトルです。引っ越した新しいお部屋が1階の部屋ですぐ外で牛とかですね、犬がうろうろしてるようなところなんで、虫がねたくさん入ってくるんですよ。虫が嫌いなアロマを何種類か混ぜてスプレーを作ってます。日本で買うほどアロマオイルが高くないので、インドにいるときはよく使ってます。そして真冬用に裏起毛の上下、部屋着というかパジャマも買いました。ヨガメインの生活なので重ね着しやすい服が良いなと思ってるので、インド人がよく着るようなサリーとかパンジャビドレスなんかは着てません。さて、今回私が参加するヨガの集中コースは宿泊型ではなく通いのコースです。往復で歩いて45分かかるところにあります。集中コースの時間割としては1時間半から2時間ほどのヨガのポーズのクラスの他に、プラナヤマっていう呼吸法のクラス、その他にヨガ哲学などを教えてくれる講義のクラスなんかがあるんですね。それが1日に 2,3 コマ、そういったスケジュールを中日1日挟んで全部で9日間の集中コースです。集中コース中って
ヨガのポーズのクラスや呼吸法のクラスが普段のクラスよりもものすごく丁寧で細かく指導してくれるんですね。その分、心身ともに、そしてもちろん頭もフルに動かすっていうのもあって、ものすごいお腹すくんですよ。集中コース中は毎回しっかりがっつりとした食事を作るのがちょっと難しくなることもあって、作り置きのできるお惣菜と季節の果物を使ったジャムを何種類か作っています。集中コース中は時間的に余裕がないっていうのもあるんだけれども、普段のレッスンでは使わないぐらい結構肩とか腕とか上半身を使うポーズが多くなるんですよ。そうなると手が震えて包丁握れないっていうか料理できない状態になるんです。ですからレッスンの後は簡単に料理できるように下茹でしたりとか火を通したり、あとは野菜をカットしておいたりとかします。集中コースの前日にはそういう作業をしてます。料理するって言っても毎日カレー味の何かです。好きな食材を好きなスパイスで調合して調理する時もあれば、出来合いのこのキッチンキングとかガラムマサラとか、あとはこのチャナマサラみたいな特殊なカレー味の粉っていうのが売ってるので、それも使ったりしてます。私はいろいろあるスパイスの中でもマスタードシードとクミンとターメリックが好きなので、それを多用することが多いです。外食の時にカレーを食べることも多くて、そういう時にそのお店の人に、これどんな調味料使ってんの？どんなスパイス使ってんの？って聞いて、でお家で自分で作ることもよくあります。私は普段から無農薬とかオーガニック云々っていうのには全然こだわってない生活をしてるんですけれども、たまたまリシケシでいつも買っている八百屋さんが無農薬のものを売ってくれてるんですよ。メインはカレー味の料理なんですが、サイドディッシュとして今回は大根餅や人参サラダ、あとはマッシュとポテトなんかを皮ごと使いたいので、そういう時は一応無農薬っていう風に確認はしてます。自炊の時に作る料理はほとんど毎日カレーです。私のいるリシケシのラムジュラっていうところは宗教色が強いって先ほども言いましたけれども、マトンやチキンなどの動物性タンパク質は売ってないんですね。ですからタンパク質を摂取しようとすると豆かチーズになります。乾燥豆の種類もたくさんあって、水に浸す時間が数分間でいいものもあれば、一晩つけといた方がいいよっていう豆もあります。今回は発芽させようと思って緑豆と、あとはひよこ豆、それとダル用の豆を3種類買いました。股関節の手術で損傷した筋肉を回復させたり増量させたりするために良質のタンパク質を毎食取るようにしてます。日本食も作ります。炊飯器もあるんで炊き込みご飯なんかもよく作ります。IH にしてから全粒粉で作るチャパティっていう薄手のパンがうまく焼けなくて、どうすればいいのかなって毎日思案中です。私は今年58になりまして、筋肉が落ちやすい年齢になった上に股関節の手術でお尻周辺の大きな筋肉を何箇所か損傷しているので、タンパク質の合成を促進して筋力アップ効果があるって言われている全粒粉はとても使い勝手がいい食材なんですね。ですので最近は全粒粉を使ったお手頃なレシピはないかなと思って探してます。それにしても明日からの集中コースが楽しみすぎて、かなり張り切ってるっていうか浮かれてます。楽しくて有意義な時間になるといいな。
2年前の秋の股関節の怪我や手術前後のことを考えると、今は本当に夢のようです。幸せです。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。またね。